はい。ここまで来ると、あとはこれまで学んだことを使って、このたくさんのボックスを書いていくっていうことができるようになります。で、今、ヒューマンクラスっていう風にしちゃってましたけど、ここではボックスクラスを作りたいので、まずここをボックスに変えましょう。クラス名はボックスに変えると。で、呼び出しているところも、ボックス、ボックスに変えて、ここもボックス1、ボックス2というふうに変えていきましょうか。で、一旦ちょっと下消して、これで、まず、ちょっとこの、イントロデュース関数も消しましょうかね。これで一旦エラーが出ないかどうか試してみましょうか。はい、エラー出ませんね。で、このボックスクラスのメンバー変数を何にするかっていうことを考えなきゃいけないんですけど、ここで、ナンバーをまず、ナンバー書かなきゃいけないですよね。ナンバーをそれぞれ保持しなければいけないと。先ほどの例で言うと、これが田中さんで、これが鈴木さんだとすると、田中さんのナンバーが46で、鈴木さんのナンバーが47で、年齢がそれぞれ3サイズあって、幅、奥行き、高さの情報を持ってなきゃいけないので、まずはナンバー。で、X 方向の幅、Y 方向の奥行き、Z 方向の高さ、それぞれ値を持っているということですね。で、そのインスタンス、セルフ、自分自身のインスタンスの中のナンバーという変数の中に、この関数のローカル変数のナンバーを格納すると。で、同じくセルフ x が x、セルフドット y が y、セルフドット z が z というふうになります。で、これでナンバーと xyz の値を入れることができます。それで引数は4つになるので、まずはナンバー0で、x の値を例えば300、奥行き400、高さを500にしてみましょうか。ボックス0にしときましょうかね。これで一回、回してみると、エラー出ませんね。でここでじゃあプリントして、ナンバーが、ナンバーが、セルフ、ナンバーで、これが、幅が、X にしておきましょうか。幅が、じゃあこれごめんなさい。W、D、H にしておきましょうかね。わかりやすいように。W、H、D、ごめんなさい。W、D、H で揃えておきましょう。W、D、H。で、この W%S、コンマ、D%S、コンマ、H%S、コンマで、パーセントの後ろを W、コンマ、セルフ、
で、セルフ、H と、ドット H というふうに、しておくと、これで一回出力してみると、ナンバー0で、幅300、奥行き400、H500 という文字列がここで出力されるというのがわかるかと思います。そしたら次は、文字列を作る関数を作りたいんですけど、新しくここに def でドローテキストでセルフというふうにしておきましょうか。で、ここで文字列を書きたいんですけど、文字列書くのは、以前もやりましたが、一応、アッドテキストですね。アッドテキストを、アッドテキストを、クリックして、で、これをコピーして、rs.addText ですね。で、この時に、ポイントと、ハイトと、フォントと、フォントスタイルと、ジャスティフィケーションがいるということですね。で、これ見にくいのでちょっと改行すると、これだけの情報が必要ですね。で、これでようやくテキストが打てるんですけど、まずテキストは、ここでは、先ほどのこいつと一緒ですね。こいつと、テキストにプラスイコールして、こいつですね。カッコいらない。ごめんなさい。カッコいらないですね。これを入れといて、で、さらに改行をここで入れておきましょう。こうするとテキストは、先ほどのこういうテキスト、文字列が出てくるはずですね。で、次に、ポイントですね。ポイントはとりあえず原点に入れておきますか。で、文字列の高さは、ここでは仮に150にしておきましょう。で、フォントも、ここでは仮にリアルにしておいて、フォントスタイルは、0。ノーマルですね。ボルトとかイタリアンじゃないってことですね。で、ジャスティフィケーションも、位置揃えも、とりあえずデフォルトにしときましょうか。左揃えだと思いますね、デフォルトは。デフォルトは、ですかね。
デフォルトが何か書いてないけど、多分平井揃えだと思いますね。それで、ここで文字列が、できるはずなので、ボックス0の、ドローテキスト関数を呼び出すと。で、この時にちゃんと文字列ができるのかっていうのを知りたいので、少し前のやつをずらしてみると、原点に文字列が表示されれば成功ですね。成功線ですね。ナンバー0の300、400、500っていうのが表示されたということですね。で、次に今度はここに、長方形を書けばいいので、長方形を書きたいんですけど、じゃあ次には、また新しく関数、メンバー関数作りましょうか。def のドローボックスで、セルフで、コロンと書いて、で、ボックスを描画したいので、もう一度 API に戻って、アッドボックスを調べてみると、引数に、コーナーの数、つまり、直方体を構成する、8ポイントをリストで渡せばいいということなので、もう一回戻って、rs. add box にして、ここで pts を渡しておきますね。で、この、pts は8ポイントあって、まず、じゃあちょっとボックスを手動でこう書いてみますね。書いてみるときに、まず下の面の一番左下の値を原点にしておくと、今度は底面だけを見て、半時計回りに、点を記述していきます。なので次はこの点、右下の点なので、この点の座標は、このボックスの幅分だけ X 座標にずれてるので、セルフ W の Y 座標0、Z 座標0ですね。で、次が、この点なので、X 座標は、幅分。で、Y 座標はセルフドット奥行き分。で、Z 座標は0ですね。で、次はこの点。左下の奥ですね。左上の奥なので、これは、X 座標は0、Y 座標はセルフ奥行き分、で、Z 座標は0ですね。で、これで4点定義しました。1、2、3、4。で、次に、定義するのは、この上面ですね。上面の一番左下の点が、5点目なんですけど、これは X0、Y0 で、Z 座標は長方形の高さ分なので、セルフ H ですね。で、次は同じく半時計回りにこいつになりますので、セルフ
W の Y 座標が0の、Z 座標がセルフ H になります。で次にこいつですね。こいつは、セルフ W の、セルフ、D の Y 座標ですね。で Z 座標もセルフ H になります。で最後の点は、一番左奥の上ですね。これがセルフ、ごめんなさい。X 座標が0で、Y 座標がセルフ、D で、Z 座標がセルフ H になるということかな。これで8点。1、2、1、2、3、4、5、6、7、8ポイントいきますね。これが8点、このポイントに配列として格納されたので、ここに直方体が描画されると思います。なので、box0 ドットドローボックスを呼び出すと、文字列とボックスが描画されるということですね。でちょっと文字列とボックスがくっつくと見にくいので、文字列をちょっと下にずらしましょうか。Y 座標を例えばマイナス150くらいずらしておくと、こんな感じになるということですね。はい。それで、これでもう、ボックスクラスの中で、コンストラクターの中で、ナンバー属性と幅、奥行き、高さを定義して、テキストを書く関数とボックスを描画する関数を作りました。でこれで基本的にクラスの定義は終わって、でここから下は、インスタンスを作るところですね。make インスタンスですね。なんですけど、今、一つしか作ってないので、これをフォア分にして複数作りましょう。範囲のレンジ、例えば10個横に作ってみましょうか。10個作ってみて、ボックス、ボックス0じゃなくて、ボックスにして、ここに、ボックスイズっていう配列を作っておいて、このボックスを作った後に、ボックスイズ配列の中にボックスをアペンドすると。いいですかね。ここの後ろでいいかな。そっか。これちょっと。この2つは一旦ちょっとコメントアウトしておきましょうか。まずはここまでで、走らせてみると、今ここの数字が全部同じなので、10個同じものが出てますけど、ナンバーをここ i にして、ここの幅、奥行き、高さを
ランダム値に設定しましょうかね。ランダム値にするためには、まず変数を用意して、ランダム、関数を使いたいんですけど、ランダム関数を使うためには、ランダムライブラリをインポートしないといけません。ランダムモジュールですね。ランダムっていうのがあって、これをまたエイリアス作って分かりやすいように R ランドにしときましょうか。RND にしとくと、W はランドドット、ランドモジュールの中のドットだから中の、ランドイントっていう関数を使います。でこのランドイントっていう関数は、A と B っていう2つの引数を取って、それが整数値ですね。このレンジの中だったら、例えば300と、1800を与えると、300から1800の中のランダムな整数値をここで発生させて、W という変数の中に格納します。なので、これをコピーして、あとは同じように D と H も作って、幅は例えばじゃあ300から1800、奥行きも300から1800、高さも300から1800にしておきましょうか。はい。それで、ここを W、D、H にして、でもう一回回すと、見えますかね。ナンバー0からナンバー9まで計10個。でしかも W、D、H がそれぞれ、異なる値、ランダムな値が発生していると思います。これでインスタンスが、作ることができました。次は、じゃあ、ドローテキストと、ドローボックス、ドローボックスをやってみましょうか。で、今もうボックスイズの中にインスタンスが全部格納されていますので、フォア分で、ボックスイン、ボックスイズとやって、これでプリントしてみると、ボックスをプリントしてみると、これで、このボックスイズの中に、ここで生成した、インスタンスが格納されていますので、そのメモリアドレスが全部、一個一個フォア分から呼び出されて、このボックスの中に格納されて、55行目で出力されているので、10個のインスタンスのアドレスがここで、表示されているということになります。なので、これが分かったら、あとは、ボックスドットドローテキスト関数を呼び出して、ボックスドットドローボックス関数を呼び出すと。下に書いてあったね。これ消しましょう。これで、10個分のボックスが表示されるはずなんですけど、ちゃんと表示はされてますけど、今、描画される位置が全部原点なので、ここに描画されちゃってますね。なので、横になんかずらして描画していきたいですね。そうしたら、ここでボッ
ボックスインスタンスのドローテキストを読みに行ってるんですけど、それは、ここですね。でここで、23行目で作られたアドテキスト関数によってテキストがこう書かれてるんですけど、このオブジェクトを ID 変数の中に入れて、このオブジェクトを返してもらいましょうか。リターン ID して、で同じくボックスも ID 変数の中に入れて、最終的にリターン ID してもらいましょうかね。そうすると、ここが ID、ID のテキストで、ここが ID のごめんなさい。ID アンダーバーのボックスが返ってくるわけですね。なので、ボックスインスタンスのドローテキスト関数を呼び出して、この関数の中が実行されていって、ここで実際にはテキストが描かれるんですけど、その描かれたテキストオブジェクトをこの ID の中に格納して返してもらうと。そうすると、ここに戻ってくるので、この ID テキストっていう中にそのオブジェクトが入るわけですね。で、同じくドローボックス、ボックスインスタンスのドローボックス関数を呼び出すと、こいつが呼び出されるわけですけど、ここ、実際にはこのアドボックスのところで、ボックスが描画されるんですが、それを ID に入れて、ID 変数に格納してから返してもらうと、この右辺にその ID が返ってきて、この ID ボックスという変数の中に格納されるというわけですね。それで、ここで、横に、例えばじゃあ、エニュメレート関数を入れると、エニュメレート関数っていうのは、このボックス配列の中から一個一個、オブジェクトを、値を出してきて、このボックスに入れるんですけど、その時のその配列のインデックス、番号がこの i に代入されますね。それで、このオブジェクトを、移動させたいんですけど、移動させるのは RS の Move オブジェクトでしてね。Move オブジェクトで、オブジェクト ID とトランスレーションなので、オブジェクト ID はまずテキストで、ID テキストを、1800、0、0。横に、さっきマックス横に1800にしたので、まあ2000ずらしましょうか。じゃあ、2100ずらしましょうか。2100ずらして、で、しかも、1個ごとに、2100ずつずれていってほしいので、かける i にしておきましょうかね。これで、まずテキストはずれましたね。で同じように、これを ID ボックスにしとくと、
はい、横に10個高さの違う、あと幅、奥行き、高さの違うボックスが、描画されました。これが基本形で、あとは、その奥行き方向にも例えば、たくさん作りたかったら、どうしますかね。まず、例えばじゃあ、横に10個、奥行きに10個作りたいとしたときに、例えば X ナムを10個、Y ナムを10にしといたときに、ボックスの数は全部で、X ナムかける Y ナムになるので100個作られますね。で、この描画するときには、この場合は多分フォア分入れ子にした方がわかりやすくて、X のインの、レンジ X ナムと、フォア分の Y のインのレンジ、Y ナムにして、ここで同じように ID を2つ持ってきといて、で、X 座標はここで、Y 座標も 2100×Y にしときましょうか。こうすると、まずは縦に多分これ、10回回りますよね。で、X が0の時に Y が0から9まで行くので、縦にずっと並んでいって、次に2列目縦に並んでっていう風に動くと思います。ちょっとやってみましょうか。おっと、エラーが出ますね。63行目に、インデントがずれてる。これですね。はい。縦に10個いって、横にも10個いってるんですが、なぜ全部同じ大きさになるかと言われれば、そうね。これがボックスのままだからか。だから、これは、例えば、カウント変数を入れて、カウントを1個全部終わったら増やしていくと、ボックスウィズの中の、カウント番目を ID にすると。だからこっちもボックスウィズの中のカウント番目を ID にすると。これでいくんじゃないか。おっとプラスイコール1ですね。間違えました。はい、これでいってそうですね。はい、これで、
縦横高さそれぞれ、違うボックスが生成されているというのがわかるかと思います。はい、これで今日のところは一通り終わったんですけど、今のところ分かりましたかね。フォア文の入れ子、ここの辺は、第3回目かな、グリッドを作るところで散々やったので、ここでは詳しく説明しませんので、もしこの入れ子のところが、フォア文が分かりにくかったら、第3回目の動画を見直して、このプログラムの流れを理解するようにしてください。ここもいらないので消しておくと。なので、ざっとおさらいすると、まずこの、ボックスクラスをここで定義して、ここから下は、まず、ボックスクラスのインスタンスを作ります。で、クラスとインスタンスの関係は、人間というその種と、その個人の関係で、その人間という種が持つ属性をまずメンバー変数として定義します。で、人間という種が持つその機能を関数として、こういうふうに定義する。メンバー関数として定義すると。で、それぞれ、このクラスを呼び出すときに、個人のインスタンスを作ると。ここで作ってるわけですね。で、そのインスタンスを呼び出すときには、クラスを呼び出してインスタンスを作るときには、このコンストラクターがまず、呼び出されて、このコンストラクターで、属性が設定された後に、ここにリターン文が入ってませんけれども、リターンセルフがされるので、このボックスの中に、インスタンスのメモリのアドレスが格納されるということですね。あとは、先ほど説明した流れの通りになっているので、これまでの動画でも、そのプログラミングっていうのは一行一行上から下に、実行されるっていうことを強調してきましたけれども、このクラスの時も全く同じで、プログラムは上から下に一行一行を実行されていきます。で、クラスの定義の中は一旦飛ばされて、ここから一行一行実行されていくわけですけど、その流れを、なんとなくではなく、ちゃんと一行一行をどういうプログラムの流れになってるのかっていうのを追いながらやっていかないと、プログラミング上達しないので、まずは、この Python のベーシック3回目ですけれども、このベーシックのうちにプログラムの流れをめんどくさがらずに一個一個追うというトレーニングを必ずするようにしてください。はい。じゃあ今日は、ここまでにしましょうか。なので、今回の課題は、今日書いたものを実際に自分で真似をして書いて、このプログラムを提出するようにしてください。はい。今日は以上になります。お疲れ様です。